平日5日分のお昼ご飯用に冷凍弁当を作る。カロリーは450キロカロリー以下、タンパク質は30グラム以上、食物繊維もしっかり摂りつつ、毎日のお昼が楽しみになるように美味しく作る。主食は白米、もち麦、スーパー大麦をブレンドしたオリジナル麦ミックスご飯。白米1合にもち麦1合、スーパー大麦大さじ3。麦ミックスご飯1食 130g 食べれば食物繊維 4.8g。 ちょっと野菜不足の献立になってもこのご飯が食物繊維を補ってくれる。さらにタンパク質も 4.7g 取れるからダイエットにも最適。浸水30分推奨だけど、時間がないときは浸水なしで炊く。水 500ml 注いで通常通り炊飯。炊き上がったらほぐしながら余分な水分を飛ばす。表面だけ乾かないように濡れた布巾を乗せて粗熱を取る。ここからはおかずを一気に5品作る。まずは下準備。鮭は1食あたり 35g 使いたいので 2,3 切れ用意する。臭み抜きのための酒大さじ1。全体になじむようにして5分以上つけておく。最近だんだん暑くなってきているので念のためラップをして冷蔵庫に置いておく。アスパラは根元の汚れの強い部分だけ落としたら、アスパラ1本につき豚肉 30g を巻きつける。豚こまだとお肉が細かすぎる場合は豚ももスライスがおすすめ。こちらも一旦ラップをして冷蔵庫へ。小松菜1袋用意。4センチ幅にカット。椎茸は5個。今回は傘だけ使うので軸と傘に分ける。十字に切り込みを入れて飾り切り。残った軸にはうまみ成分がたっぷり含まれているので保存袋に入れて冷凍。味噌汁の具として活躍予定。耐熱容器に白だし大さじ2、水大さじ2。椎茸は傘の裏側の方が水分を吸うので飾り切りした方を上に。粗熱を取りながらゆっくり出汁を染み込ませる。椎茸の白だしに完成。ちくわは5本縦に半分にカット。マヨネーズ大さじ1、青のり大さじ1。ちくわの表面に均一に塗る。トースターに入れて焼き色がつくまで3分加熱。粗熱を取る。あとはフライパンで3品。鮭は両面の水分をキッチンペーパーでしっかり拭き取る。
塩小さじ1、まずは皮面を下にして焼き色がつくまで焼く。蓋をして2分蒸し焼き。鮭の塩焼き完成。濡れたキッチンペーパーでさっとフライパンを拭いたら、次は小松菜のおかか和え。ごま油大さじ1、カットした小松菜を炒める。油でコーティングすると小松菜の青臭さが軽減される。醤油大さじ1。冷凍がまずくなる原因の一つが解凍時に出る水分をできる限り飛ばすように強めの中火で炒める。火を止めて鰹節 5g。 炒めても飛ばしきらなかった水分も鰹節が吸ってくれる。しかも鰹節 5g に含まれるタンパク質は約 3.8g。 味付けに迷ったら鰹節を加えると風味が良くなる上にタンパク質も取れて一石二鳥。最後にアスパラの肉巻き。カットしてもいいけどこのまま丸々1本入っている方が食欲をそそるので大胆に焼いていく。しっかり焼き色がつくまで極力触らないのが肉が剥がれないコツ。醤油大さじ1、みりん大さじ1、酒大さじ1、てんさい糖小さじ2。水分を飛ばしながら照りが出るまでしっかりとタレを絡める。お好みで黒胡椒、すべて粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。私がいつも使っているお弁当箱は無印のバルブ付き密閉保存容器中サイズ。容量が最低 500ml 程度あれば入るので、ジップロックの正方形 700ml などで代用するといいかも。詰める前にアルコール除菌。まずは麦ミックスご飯から 130g ずつ容器に詰めていく。70g ほど余ったので別容器で冷凍。肉巻きは2本。小松菜はざっくり1/5分の量。まだ水分が出るのでキッチンペーパーで水分を吸ってから詰める。ちくわは1本分。酒は 35g。しいたけ1個。これで1食分完成。同じ要領で5食分詰める。
カロリーや PFC の計算はすべて加熱前の生鮮状態の数値。焼いたり茹でたりすれば水分量が変わって成分値も変化するから厳密に正しい数字ではないけど、細かい誤差を計算するのに時間をかけるより、このおかずをこのぐらい食べるとこのぐらいのカロリーでタンパク質はこれぐらい取れるんだと視覚的な感覚と知識を身につけることが大事。しっかり蓋をして冷凍庫にしまう。一般的な保存期間は1ヶ月。冷凍しても徐々に味は落ちていくので、私は2週間を目安に食べきるようにしている。食べるときはバルブを上げるか、蓋を開けて斜めに乗せてレンジ600ワットで4分加熱。職場に持っていく場合は保冷バッグに入れて、職場に冷凍庫がない場合は念のため保冷剤も入れる。あとはお湯で簡単に飲めるスープ。お弁当を食べる前にスープを飲むだけで食べ終わった後の満足感が大きく変わる。職場にレンジがない場合は朝レンジで加熱してから粗熱を取る。蓋についた水分は細菌の繁殖の原因になるのでしっかり拭き取っておく。今人生で初めてボディメイクにハマっていて、ジムに行く時間を捻出するためにさらに忙しくなって冷凍ストックが欠かせない状態。自分の努力を無駄にしないためにも食事管理は必須で、日曜日に1時間頑張って準備すれば平日5日間調理も計算もなしで私に必要な食事がすぐ食べられる。これからも自分のためにこの習慣は続けていきたい。そして飽き性な自分のためにもっともっとレパートリーを増やしていかなきゃと思っているところ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。